皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマはインドと日本の食文化の違いについて第7戦ぐらい皆さんにシェアしていきたいと思います。最近ですね、インドの方に日系の飲食店の進出っていうのが目立っていてですね、ここ数年ぐらいかな。去年2020年で一番大きなニュースは日本のココイチのカレーが本場インドに進出ということで、これはね、結構日本側では大きなニュースになったんですよ。インド側ではそれなりのニュースだったんですけれども、最近だとすき家とか他にもいくつかね、日本の飲食店がインドに進出という形で、そういったのも目立ってきています。インドっていうのはもともと日本から製造業がたくさん進出してきたんですけれども、過去5年ぐらいでね、小売業とか飲食店とか、その他の産業もちょっとずつ進出してきているんですけれども、そもそもインドと日本の食文化の違いについて皆さんどれぐらい知ってるのかなということで、よくね聞かれる質問で、インド人ってカレー食べてるんですかみたいな、すごい聞かれるんですよ。聞かれる質問ベスト3の中に入ってるんですけども、実際インドではどんな食生活があるのかとか、食文化があるのかっていうのをね、ちょっと知っておくだけでも、例えば現地で旅行するときに役立ったりとか、あとはインドの人と食事に行くときにちょっと配慮ができたりとか、あとは実際にインドで日本食のビジネスを検討している方とかね、いろいろこの食事っていう切り口でいろいろやりとりってあると思うんですよね。この食事をね一緒にできるっていうことで交友関係が深まったりとか、この食事っていうのはね、いろいろ生活の人もすごく重要なキーワードなんですけれども、実際にインドの人ってどんな食文化、食生活を送ってるのか、簡単にね私の経験とかを踏まえて今日はシェアしていきたいと思います。一つ目なんですけれども、インドの人はね確かにカレーばっかり食べてます。インド人がカレー食べてるかどうか、これはもう丸ですね。まずこれはもうね、最も重要事項として押さえてってほしい。例えば、日本人って和食食べてるんですかっていう質問に答えて、確かに日本人って和食食べてるじゃないですか。私たちって和食以外の選択肢たくさん持ってますよね。例えば、コリアンとか中華とかイタリアンとか、結構いろいろ食べると思うんですけども、その感覚でインドの人が、そのインドカレー以外のものを食べてるのかなって考えて、現地に行くと大間違いだったりします。つまり何が言いたいかというと、インドの人は日本人が和食食べる以上に、本当にインドのカレーばっか食べてるんですよ。でも、そのカレーといってもね、私たちが想像する日本のカレーとは全然違って、インドカレーっていうのがあって、そのカレーにはすごいいっぱい種類があるっていうのを覚えておいてほしいです。私たちからすると、あれもこれもそれも全部カレーに見えるんだけども、彼らからすると、例えばこれは何々カレー、これは何々カレーって全部区別がついていて、わかりやすく言うと、バターチキンカレーとかダルカレーとか、あとパニールとか、野菜カレーとかほうれん草カレーとか、マトンとか、いっぱいあるわけなんですよね。それ以外にもちょっとおかずっぽいやつとかがあったりとか、そういった感じでカレーにたくさん種類があると。なので、実際にカレー食べてるんだけども、よく日本で食べてるようなカレーではなくって、マサラっていうね、それを使ったいろいろな種類のカレーを複数ミックスして、それと一緒にナンとか、あとチャパティとかご飯とかをつけて食べてるっていうイメージがあります。ちょっとね、皆さんがもしそのインドの人がどんなものを食べてるかっていうのを具体的にイメージするためには、日本にあるインドカレー屋さんに行くとなんとなく似たようなものがあります。全く同じではないんだよ。だけれども、似たようなものがあるので、ちょっとそこに行ってみてもらえると、本当にああいう感じのものを食べてるんですよ。例えば会食とかがあって、現地のカレーレストランとかに行っても大体ああいうカレーが出てくるので、なんていうのかな、カレー食べてるんですよね。それを押さえておいてほしいです。一つ目なんですけれども、都市部においては中華料理やイタリアンなどの他の国の料理のお店も増えてきているという事実があったりします。で、さっき一つ目で言ったのが、インドって本当にインドカレーが多いんですよね。なんだけれども、都市部に関してはデリーとかグルガオンとか、あとはバンガロールとか、都市部においてはそうイタリアンとか中華とかっていういわゆるインドカレー以外の食事も出てきてるんですよ。その中には日本食っていうのも実は入っていたりして、これはねちょっとした変化かなと思うんですけども、日本のイメージでいっぱいいろんな国の料理があるのとは全然違いますよ。それよりかはやっぱりまだインドカレーの方が割合は合うかなと思うんですけれども、都市部のなんつうか中間層以上の人が行くようなレストランのエリアには確かに少しずつ種類が出てきてるかなと思ったりします。なんだけれども特徴としてはですね、そのローカルのフードといわゆるインドのカレーと、実際にこの他の国のね料理と比較すると、この他の国の料理の金額の方がちょっと高めかなという風になっています。で、今回例えばココイチのカレーが日本から進出したわけなんですけれども、ココイチのカレーっていうと厳密に言うとインドカレーではないわけなんですね。ココイチのカレーの現地価格っていうのが550ルピー、大体日本円で言うと800円ぐらいなんですけども、これは現地の相場で言うとかなり高くなってます。なので現地採用で私とかがいたら550ルピーがちょっと高いな、週に1回の贅沢品かなみたいな感覚なんですよ。なので普通のインドの方だったら200ルピーぐらいで、大きいプレートにカレーをお昼食べるみたいなのが一般的かなと思うんですけども、中華とかイタリアンとかになってくると600ルピー700ルピーって言って、現地のインドの価格の3倍4倍ぐらいは普通にしてくるんですよね。現地に住んでる日本の方はこういった
料理を普段は食べてたりするんですけれども、つまり皆さんがもしインドにそういう価格帯でレストランの何かメニューを持ってっても、現地の人からするとちょっと高いかな。日本の感覚で言うと別にそんな高くないんだけれども、ちょっとやっぱり高めかなっていうのが正直な印象かなと思ったりします。この辺りのね、価格っていうのは、現地にある高級ショッピングモールとかのレストランの価格とかを見て、結構これぐらいの相場なんだなっていうのを確かめてみるといいかなと思います。で、3つ目なんですけれども、ベジタリアンの存在を忘れないこと。これは非常に重要になってきます。インドでの食文化において最も重要なポイントの一つかなと思うんですけれども、日本とインドの大きな違いでは、インドではですね、ベジタリアンのメニューが提供されるという一般的なんですよね。ヒンディー教ではですね、牛が神様とされているので、基本的に食することはありません。これについては以前ね、動画にもまとめたんですけれども、もし食べるとしてもチキンになるんですよね。感覚的にはね、3割ぐらいの人はベジタリアンかなと思うんですけれども、年配になればなるほど、ベジタリアンの方は多いかなと思います。なので、最近の若い人は結構いろいろね、いろんな食文化が入ってきてるので、割と何でも食べるって方多いんですけれども、感覚的に3割かな。家族の人がベジタリアンだとそのまま影響を受けて、ベジしか食べませんっていう人もいます。なので、例えばインドでレストランを開きたいとか、インドの方と食事行く時っていうのは必ずベジタリアンメニューがあるかどうかとか、ベジタリアンメニューを作るとか、そういった配慮は必ず必要になってきます。もしそれがないとね、インドではあまりうまくいかないかなというふうに思ったりもします。4つ目なんですけれども、スイーツやチャイはとにかく甘い。スイーツ甘いんですよ、インドのスイーツ。ごめん、私は正直あんまり好きにならなくて。チャイもめちゃくちゃ砂糖入ってるし、バタークリームとか使われてたりするんですよね。日本の方って、例えばケーキとか食べると生クリームが使われているので、バタークリームってあんまり馴染みない方も多いと思うんですけれども、インドのケーキっていうのはバタークリームだったりして、ちょっとね、甘ったるいなーっていうのが正直なところなんですよ。それに付随して正直、インドの方っていうのは、糖尿病とか、肥満の方も結構多いです。カレーもね、実際ちょっと脂肪分とか多かったりするじゃないですか。なので、食の習慣においては、日本と比べるとちょっとアンヘルシーかなというのは正直なところなんですけども、実際にインドの方が食べているスイーツとかを食べて、その味がインドの方に受け入れられてるんだなっていうのを実際に体験してみるのはすごくいいことかなと思います。で、実際に日本にね、インドのメンバーで、やっぱり日本のね、スイーツって全然味しねえなみたいなことを最初言ってたメンバーとかいるんですよ。大体慣れてくるんですけれどもね、それぐらい結構国によって菓子の作られ方とか砂糖の入り具合って全然違うわけなんですよ。実際に体感してみてもらえるとすごく面白いかなと思います。次が4つ目なんですけれども、魚は食べるかどうかっていうところについては、南部の海岸部とかについては食べる文化はあるけれども、刺身のようなローフィッシュを食べる文化はほぼありません。インドの人にね、刺身とかね、私もちょっと嫌がられるかな。例えば、うちの会社にもね、たくさんインドから日本に来たインド人エンジニアの方がたくさんいるんですけれども、そのメンバーが2年以上日本に住んでいても、やっぱりローフィッシュだけは無理とか、魚はあんま食べませんみたいな人が多いです。なので、大陸も大きいのでね、あんまり鮮度のいい魚を内陸にね、流通させる、そういった流通網とかを発展してないと思うので、そもそも食文化としてもあんまりないと思うんですよね。やっぱりもともとインドってそういう食事が取れなかった歴史もあるので、いわゆるスパイスとかで、長く保存できるものが主流になってたりとか、そういった歴史もあったりして、日本のこの食文化っていうのはかなり特殊なわけなんですよ。もちろん食べる人もいるんですよ。南部の方とか、チェン内の方とか食べると思うんですけども、デリーとか首都圏の方は、ここまで食べないかなっていうのが正直な私の印象です。最近はでもね、フレッシュトゥーホームとか、そういう魚とかの新鮮なものをデリバリーするサービス、アプリケーションとかも出てきてるので、そういうのに触れるインドの方は増えてはきています。ただそれがね、全員かというとまだ、どうかなっていう感じだったりもします。で、最後なんですけれども、これ一番覚えておいてください。私はね、個人的に思うことなんですけれども、日本人ほど美食家はいないという風に最後結論付けたいなと思います。ちょっと花粉なんで、ちょっと鼻を最後の発表する前に鼻をちょっと整えておきたいんですけども、要は日本ってね、すごいね、食事恵まれた国なんですよ。もうだって、コンビニで24時間ね、どこ行っても食べれるし、吉野家みたいなすごい安い価格で美味しい牛丼食べられたりしますよね。こんなね、国ないですよ、なかなか。チェーン店に行くとさ、それなりのクオリティのものが安価で食べられるっていう。しかも安全、美味しい。もう舌めっちゃ超えまくりなんですよ、日本人っていうのは。なんで、この感覚でインドとかに行ったりとか、この味をインドで再現しようと思ったらめちゃくちゃ難しいし、日本人が食事にすごくうるさいっていうところですね。その感覚を持ってることは非常にいいことなんだけれども、インドの人がその感覚を持ってるかどうかっていうと全然違うと思うんです。なので、育ってきてるもの、環境も違うし、食べてきてるものが圧倒的に違う。で、普段囲まれてる食文化も全然違ったりするので、同じ食事の感覚を持ってないっていうところ、すごく重要なポイントかなと思います。特にね、一番覚えておいてほしいのは、これ日本の出汁文化、味があるかどうかわかんないんですよ、インドの人からすると。で、インドの人このスパイス文化、とにか
くこうスパイシーっていうね、これもめちゃくちゃ対極ですよね。日本の素材を生かして食べるこう薄味っていうのはインドの人からするとね、正直よくわかんないんですよ。で、私たちがねインドの食事を毎日食べてるとこう胃がもたれてくるなみたいなのと一緒で、結構違ったりします。なのでこのね1週間2週間何日か連続でインドで食事をしたりとかカレーを食べたりすると、なんとなくこのインドの人の食文化っていうのをね体感的に分かることができるので、もしなんかそういうビジネスとか機会がある方はちょっと一回体感してみてほしいなって個人的には思うんですけども、とにかく全然違いますし、日本の人の美食家というかね舌のセンスっていうのは世界的に見ても高いかなと、いいものを食べてるかなと個人的には思ったりします。これは別にねインドの人が全然いいもの食べてないって意味じゃなくて、日本の食環境っていうのはすごく恵まれてるっていうところですね。ここをぜひ皆さんにも知ってもらえると嬉しいかなと思います。ということで今日はですね、私の方でインドと日本の食文化の違いについて、ちょっと簡単にシェアしてみましたが、皆さんももし知ってることがあればぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録をお願いします。バイ。